はい、こんにちは。多聞丸のカンコレ、多聞丸です。本日は講談作戦春イベント2021激突ルンガオキヤ戦のラバウル空襲遊撃部隊出撃せよ、こちらの方をお送りしていきたいと思います。いよいよ講談作戦開始ということで、一昨日でしょうかね。ちょっとやってみたんですけどもいや本当に難易度がね高い、その通りのね海域なので、あまりね考えないようにしてたんですけどもね。すくさん、こんばんはです。今日もよろしくお願いします。空母級さんも今日もねよろしくお願いします。金谷さん、こんばんはです。3の1始められたんですね。いよいよ、イベントも始まって1週間、10日ですか。早いもんです。今日は講談作戦の、E4 ですね。こちらを攻略していくんですけども、一応ですね、最初の第1ゲージ、戦力ゲージですね。そして輸送ゲージ、第1ゲージですね。そして、第2ゲージ、戦力のね、イデアさん、こんばんはです。今日もよろしくお願いいたします。E2 は E2 で難しかったんですけども、E3 もね、結構手こずったんですけども、すでにこの E4 でもう最終回帰じゃないかなっていうぐらいの、難しさになってるなというのをひしひしと感じています。今日はですね、最初に攻略したゲージですね、そちらのハイライトをお送りさせてもらって、その後今日の出撃メンバーの紹介、そして、戦力ゲージの3本目、それをちょっとねどんなものか見に行こうというような感じでお送りしていきたいと思います。どうか最後までお付き合いいただけると嬉しいです。それではまず最初の第一戦力ゲージのところですね、こちらのハイライトをお見せしたいと思いますので、少々お待ちください。はい、それでは最初の、戦力第一ゲージの、ハイライト流していきたいと思います。どうぞ。ここはリコリス正規がね守っているところなんですけど、随伴艦のね集積地が本当にブロックしてきて大変でした見ていただければ
わかる通りですけどもね。これも攻略は3回目でようやくいい形になって、最初のね、基地航空隊が活躍してくれましたね。でもお返しにこうやってダメージを食らってしまって、大丈夫かなというような状況ですね。そして支援艦隊、これもうまく当たってくれました。さあ、ここからがね、集積地が粘ってくれるんで、なかなか落ちない。リコリス自体は耐久力がそんなにないので、当たってさえくれれば勝機はあるんですけど、なかなかこれもね、当たらないんですよね。ここでようやく川風が1体。そしてもう一度リコリスにダメージと。これでなんとかなるんじゃないかなと思われる展開になってきました。結構ギリギリっすね。なんとか S 勝利取ろうと思って頑張ってたんですけどね、もうボス倒すだけでもう精一杯と。もうちょっと特攻艦入れていればね、いけると思ったんですけど、もう出演消しちゃったんで、そんなことも言ってられなくなっちゃってね。これでもうようやくブロックするのもできなくなって、最後マヤさんが決めてくれました。でも集積地はね、最後まで残っちゃってると、こんな感じになって倒せました。実際攻略するのもですね、道中も対戦2回、空襲2回、これを突破するのも3回ぐらいね、大破で撤退させられてたので、なんとかかんとかたどり着いて3度目になってようやく倒せたと、そんな感じの第一ボスの状況です。はい。ということでね、最初はこれだけでも結構かかりましたね。どうなのよ、ひなた。ねえ、あの状態で集積値がちょっとね、最終段階になってたので回避するんですけど、ノーマルの状態であればもっと簡単にボロボロ落ちるんですが、最後になっちゃうとああいう風に硬くなって、しかもかわしてきてということで、一応戦車ですね、戦車中隊と、あとは上車、この2つのセットにして攻撃すれば、だいたい500から600、うまく当たれば1000くらいね、ダメージ出るんで、そのと搭載した駆逐艦か軽巡ですね、それを3隻くらい予備できればもっと楽だなと、今思えばと思いました。はい。最初はこんな感じで来ました。では続いて、輸送ゲージのね、攻略ということで、こちらはそんなに
時間かからなかったんですけど、見ていただければお分かりかと思いますので、では続けて、輸送第一ゲージお送りしていきたいと思います。どうぞ。鹿野屋さん、この画像を見て、戦車ダイハツを5つ増やしました。お弁当そうですよね。ちょっとね、戦車とダイハツがないと、ダメージが本当に、手数がちょっと足りなくなっちゃうかもしれないので、用意はされた方がいいと思います。ここの第一輸送ゲージも空襲が3回、空襲3回か。3回あるんですけど、第一戦力ゲージの時に比べると、突破しやすい。ボスもそれなりに到達しやすいので、いいというかね、ただね、根球が本当に硬いんで、もう、開幕でもう随伴艦全部落とせるんですけど、根球はね、なかなか落ちない。それを見ていただくような動画になっちゃいますけども、普通はね、ここまで削れてたら、もう絵師より確実だろうと思うんですけど、ここからがね、決定打がまるで出ないと。でね、中放ってくると今度は向こうが当ててくるっていうことでね、倒せそうで倒せない。ここまで来たら引くわけにもいかないということで、まず野戦も行ってみようとやってみました。ここでね、ようやく大破してあと一撃ということだったんですけど、ダメでした。はい。幸いここは輸送ゲージがね、達成されれば OK なので、倒したのも、1回しか倒せてないんですよね。どう考えても暁が一番ってことよね。でもね、こうやって勝利を取れれば輸送作戦は完了ということなので、ここはまずこれで終了ですね。一応ここでもドロップなんか出るらしいんですけど、あまりここではね、今は攻略が最優先ですということで、これで、一応第二戦力ゲージの、深海クラゲ姫が現れました。はい。という感じなんですけども、で深海クラゲ姫が出た後でね、今回も空襲マシマシですが、見かけと危険度が言ってみないとどうもわかりづらいですね。秋月型を無駄遣いに注意しないと。福さん、やっぱダイハツ回収せんばね。そうですね、一応空襲マスに関しては第一戦力ゲージの方がかなりきついです。間違いなくきついです。D マス G マスには陸戦隊を一つ中隊を、分散して出していました。もちろん対空カットイン艦も出していったんですけども、それでも、2回に1回中破か大破させられてましたので、できればそこは基地航空隊で支援をした方がいいと思います。はい。対戦に関しては、多分ですけども大丈夫だと思います。
こっちの方がまだ弱いです。空襲の方がとにかくきついので、そちらをなんとかしていければなという感じ。あとは、アイマスに水上戦があるんですけども、ボス前ですね。ここを相手警戒時に使ってくる敵もいるので、どうしても突破できないようであれば、道中支援も出した方がいいかもしれないです。第一ゲージは、そんな感じですね。で、第一輸送ゲージに関しての空襲は、あまり強くないですね。空襲回数にビビって対空間消耗してしまいそう。輸送ゲージの空襲は、第一に比べ、輸送戦力に比べるとだいぶ緩いので、こちらはもう基地にね、陸航隊を出しても OK です。最初のマスの対戦がちょっと強いので、ここに東海を出して、あと空襲マスは、自前の艦隊で一応空母が出せますので、それで突破できると思います。あとは、ダイハツの回収も、少しでもしておいた方がいいとは思いますけども、ダイハツだけでは落ちてくれないので、ダイハツと上車のワンセットで、やってみてください。その方が火力が全然違いますので、最初のゲージの方ではね、そんな感じかなと思います。で、これが終わるとギミック解除がね、あって、これがまたちょっと面倒というか、ここは、流すんですけども、かのやさん、なるほど、情報サンクスです。ここはね、ギミックの方はすいません。ここはお見せしないというか、ここは実際にやってみてください。ちょっと手こずるかもしれないんですけど、このまま戦力ゲージの第2ゲージのね、方のハイライトを出していきたいと思いますので、ちょっとお待ちください。それではね、第2ゲージの深海クラゲ姫との戦いになります。どうぞ。あら、何かしら。こんなところまで来たんだね。じゃあ、相手の仕以前はね、長門タッチではない、特攻艦でぶん殴った深海クラゲ姫ですけど、今日はね、普通に殴っていきます。スクさん、今回の救い背後マイナス1ぐらいしかねなんかそこだけは輸送艦叩くだけっていうような感じに見てたんですけど、いやいや、まだまだ、もう次の海域のことは一切考えてないです。もう余裕ないです。もうここ、最後の海域だと思って攻略に今当たってるような感じです。いけたらいいな第5海域。ここにはね、戦力もだいぶ傾けて、昇格、そしてサラトがね、春菜もここで出しました。E2からここは第3艦隊ということで、ミクマ、そして、長野ですね。ここら辺はそこから同じメンバーを使っての攻撃になっています。鳥海や風雲もここで投入をしています。随伴の形はね、任務がね、はかどって
いければね、いいんだけどさ。うん。まあね、ここの戦い見てわかる通り、またこのね、先制乱撃してくる敵の駆逐艦出てきちゃうんで、これは最後だから出てきてるので、通常は出てこないんですよね。道中は道中って言いますか、削りで出てこないんですけど、最後になってこう出てきてビビりましたね。やっぱりいたかと。でもここは昇格とサラトガの特攻が強いんで、ご覧の通りのダメージが出ております。削りではね、昼まで落とせたんですけど、さすがに昼までは無理でしたね。ここは野戦で決着をつけますのでご覧ください。ね、アガの姉が最後フィニッシュと。本当にね、ここも手を抜くわけにはいかなかったですね。道中支援も決戦支援も基地航空隊も全部突っ込んでなんとかね、攻略できたなということで、普通の海域だったらこれで普通終わってるんですけどね。ここからさらに4つ目があるというんだから本当に恐ろしいな。そしてね、ここでドロップ出てくれました。サラトガです。うん。正直嬉しいです。結構ね、この子欲しいな欲しいなと思ってたんですけど、なかなか取ることできなかったんですけど、今回はね、ここで出てきてくれたので、ようやくサラ2人体制ができるということも、いい収穫だったかなと思われます。ということでね、一応これが、ハイライトということで、ここでさらにまだギミックがありまして、第1ゲージのね、ボスから越勝竜1回取ると。それでようやく、今日の本命であります第3ゲージに行けるということになっております。第3ゲージのそのギミックに関しては今解除してますので、あともう向かうだけにはなっているので、ここからは今日の出撃メンバーをね、紹介をしたいんですけども、ちょっと画面にね、表示しきれない、ちょっと細かくなっちゃうと思ったので、URL 固定したのを貼ってますので、もし、ご興味がありましたらそちらの方で詳細の方はね、一応説明は入れるんですけど、ちょっと見づらいのですいません。ご活用いただければと思います。それでは、今日の出撃メンバーの紹介をしたいと思います。もうね、ネルソン出てるんで、もう大体お分かりだと思うんですけど、ネルソンタッチを使って、道中にネルソンタッチを使ってボスに行くというような流れにしていきます。はい。こちらが今日の出撃メンバーになっています。機関ネルソン、戦艦金剛、そしてサウスダウター。サウスダウターはね、連度上げてましたので、ようやく結婚艦まで行けましたので、今日は出撃させます。はい。そして航空巡洋艦の伊勢、水上規模艦のコマンダンテスと、そして
ここで熊の貝にですね、使っていきます。こちらが第1艦隊ということになっています。第2艦隊は、白露、こんばんは。そして、ジョンストン、しぐれ、駆逐艦からはこの3人が選ばれています。招き猫さん、こんばんはです。今日もよろしくお願いします。今はちょうど今日の出席メンバーの紹介をさせてもらっております。軽巡洋艦からはゴトランド、従来装艦からは大井、そして、巡洋艦、航空巡洋艦の最上ということで、こちらの先制乱撃ができる北上と最上、カットイン攻撃をする白露としぐれ、ゴトランドには野戦装備、ジョンストンには道中の対空カットインと対潜水艦船装備と、そういう感じになっています。道中支援、決戦支援ともに砲撃支援ということで臨んでいきたいと思います。細かい詳細はURL の方でご確認いただければと思いますので、よろしくお願いします。あとはね、出撃しながら、修正点とか何かお気づきな点がありましたらコメントいただけると嬉しいです。それでは今27分ですね、30分になったら出撃をしていきたいと思います。ちょっとそれまでに、小休憩させてください。お願いします。はい。では、30分になりましたので、出撃していきたいと思います。ドキドキする。どんな戦いになるのか。でも、ね、カンムスたちを信じてここまで来たのでね。今回、もう札がたくさんなっちゃってるので、あまりね、ごちゃごちゃにならないようにはしてるんですけども、ご出撃だけは本当に避けたい。連合艦隊になってますね。OK だな。よしよし。ではね、BGM の方も通常のカンコレモードに変えて、はい。こちらに違う、頬
それでは作戦計画概要をご説明します。戦役をしていきま横す。断作戦行ってみよ第4作戦海域作戦要項です。基地航空隊との共同作戦が可能です。世が出よう。なーに、これもビッグセブンの務め。気にするな。本当に出撃初めてなので、ボスマスどこかな？ Z マスだよな。はい、Z マス、ここ。ここが一応射程が8ということになってるので、錦大帝で、延長しています。はい。第2航空隊も Z マスに集中。そして第3航空隊の東海部隊は M マス、ここが、対戦マスになっているので、削りの段階ではマス出します。でも、本当に叩くときは、ここは出さないで全部ボスに集中させます。では、準備整いましたので、行ってきます。怖い。怖いけど、進まないと始まらないのでね。対戦、警戒、第一警戒国交序列、戦闘開始。今はね、道中突破が最優先。さすがは東海隊ですね。強い。でも東海がいないとね、手強い対戦マスですね。でも今は削りだから気にしない。貴様の指揮のおかげだな。だが悪くはない。ないと。私が一番に決まってるじゃん。ねえ。一応ね、白露も次の会に行くとね、特攻があるらしいんですけども、そんなこと言ってられないので、投入しておりますけどもね。今更ですけど。さあ、ここからの空襲マスがどれくらいのパワーがあるのか見ていきたいな。まず突破を図りたい。臨形陣ですね。リコリス。今日も来たぞ。よーし。最初くらいはね、通してほしい。準備はしてきたので、ここまでは予想通りと。さあ、ここからが未知の世界。ここから水上戦が2回行われます。この戦闘とこの次の戦闘でネルソンタッチを使います。ここが重要ですね。なのでここは第4警戒航行序列。次の戦闘からは第2警戒航行序列で戦闘を開始します。そうは言ってもここもなかなか手強いね。撃たれる前に撃たなければこちらが叩かれる。そのための道中支援。お姉様の邪魔する人は許さない。40門の酸素魚雷は伊達じゃないからね。
抗戦か。要は各艦がその責務を全うすることを期待する。続け。小沢おとり艦隊の時に比べればそうなるよね。ふざけるな。負けるかよ。全訪問ファイヤー。要は各艦がその責務を全うすることを期待する。続け。ここも、突破はできたね。よしね。この次がちょっと手強いんで、ネルソンタッチ使っていきますよ。前アヌムラ、貴様の指揮のおかげだな。だがこれが従来総監の実力ってやつよ。ここがどうも厳しいということを、もっぱらの噂なので、第二警戒国交序列。よし。確認よし。行ってみましょう。Enemy is in sight。おのおの方。さあ、始めるぞ。そう。ここがね、道中なのに、相手が連合艦隊ということなので、どこが事故ってもおかしくない。40問の酸素魚雷は伊達じゃないからね。逃さんぞ。シュート。怖い怖い。もうどこで何が起きても、おかしくないといった矢先のね、攻撃だね。見て攻撃隊。ふざけるな。負けるかよ。私はしません。1番、2番、行くぞ。もう一撃だ。ちょっと発動が遅かったな。でもこれがね、カンコレの最終回帰の戦いなんだよな。行きましょう。ふざけるな。できればボスマスまでには到達したかったんですけど、残念ながらね、道中で撤退と。でも大体ね、こんな戦力だというのは分かりましたので、今回はこれでいいでしょう。スターか。もらっておこう。ワシントンめ。どうだ。お、霧島。これを見てくれ。これが従来総監の実力ってやつよ。残念ながら撤退ですけども、艦隊、戻ったぞ。帰ればまた来られる。というのはいつでもいいものだ。なるほど。あそこで今後を抜かれちゃうか。対空はこれ以上どうしようもないからな。ちょっと場所を変えるくらいかな。第2部隊。私たちの出番ね。ファルミ。よし。万全ご飯は大好き。よし。これで。I am much obliged for your kindness。ここまで来たらね、日頃の無理がたたったみたいです。ヒューマンエラーを起こさないっていうことが一番重要なので、私としたことが下がります。メシボク、心配していただいて。進撃と撤退のね、でも指示を間違えないようにしていきましょう。走行は抜かれていないが、念のためかな。あとはね、少しの損傷でも命取りになるのはね、この後半回帰になるので、そこはしっかりリペアして、あと基地航空隊は、今手番がなかったので、あれだけちょっと一回休養ね。東海だけか。はい。
少しだけね、基地航空隊の休養を取らせたいのでね、ちょっとここで休憩タイムということなんですけど、皆さん、多分イベントの方はもう開始されてるとは思うんですけど、今、進捗ですね。どんな感じでしょうか。もうクリアされたという方いらっしゃいますか。もしよろしければ、コメントいただけると嬉しいです。スクさん、5-2ラストっす。スクさん、E の5の2ということは輸送ゲージのところですね。ラスト。いよいよラストになってくると、次はいよいよギミック解除ですね。ちなみに 3-1 輸送やってるんですが、武装ダイハツや装甲低波ダイハツとトップ輸送量一緒だったんですね。タイプと戦でダイハツに変えると良さげです。3-1の輸送で、武装ダイハツや、装甲艇ですね。終わったところです。空母93、2ゲージ1本目で止まってます。なるほどね。やっぱり、武装ダイハツやね、装甲艇はダイハツと TP 輸送量が一緒だったということで、TP 戦はダイハツに変えるといいということなようですね。招き猫さんは前段は終わったといったことで、じゃあいよいよ今週にはこちらの講談の方にも遊びに来てください。一応こんな感じの回帰になっています。空母93、2のゲージ1本目でね、まだ止まってるということですけど、いやまだまだ、特攻艦と呼ばれる艦虫のね、検証されてるようなんですけど、まだまだ出揃ってはいないので、今週でだいたい出揃ってくれれば、その後の出していく艦虫のね、選べやすくなるのかなと思いますので、私はちょっとね、前回イベントでちょっとのんびりではないんですけども、戦う戦力がね、まだまだあったにもかかわらず、攻略を断念しなければいけなかったという反省から、ちょっと無理をしてでも攻略をちょっと前倒ししてやっております、今回はね。なので、あまり効率がいいやり方ではないんですけど、少しでも一歩前にね、進めていきたいという思いで今日はやっています。それでは、疲労もこれで取れたと思いますので、2回目行ってみたいと思います。まずはね、ボスの顔を拝みに行かないことには始まらないのでね。作戦計画概要をご説明します。大体、道中の状態が、完全勝利が続くと、なんかな、何か起きるなーっていうの感じはしてたんで、作戦要項です。
まあズバリ当たっちゃいましたね。それではネルソン級戦艦一番艦艦隊機関ネルソン出撃するぞ。各艦行ってみましょう。ついてこい。ここでヒューマンエラーはしない。まだそんなに疲れてない。だからまだまだ戦える。最初は対戦、第一高校序列、Enemy is in sight。おのおの方。さあ、始めるぞ。今はこの海域だけを攻略することだけを考えて、突撃よ。オープンファイヤさすがジョンストン、期待通りのね対戦掃討作戦成功ですね。まあ、東海の部隊はね十分強いんですけど、全部落とせるかというとそれはそうでもないので、私の風船まあ、対戦艦は今日は1隻だけしか用意してないんですけど、まあこれで十分でしょう。まあ最後に戦う時にはもう1隻増やしておかないとね、ちょっと道中も突破が怪しくなっちゃうんで、そこは調整をしていきたいと思いますけどもね。さあ今回も通してもらうよ。そっか、そうなるよね。どうだ。よし、今回も被害は軽微。本当にこの感じがまさにこの風がイベントの風だな。この話が一番に決まってるじゃん。さあどんどんいきますよ。基地に攻撃が仕掛けられる。あまりやるなよ。あまりやるなよ。まあ。まさにこうなると殴り合いですからね。相手の基地も殴ってやりますけど、こっちの基地も殴り返していく。お姉様の邪魔する人は許さない。40問の酸素魚雷は伊達じゃないからね。よし。まあ。要は各艦がその責務を全うすることを期待する。続け。よし。ラーニングいいぞ。伊勢攻撃隊。よし。ナイスブロック。消えるかよ。的確に狙ってきますね。今もコマンダンテストを狙ってきてたな。鴨屋さん、もう防空専門の航空隊常設して。そうですね。これが従来装甲の実力ってやつよ。まあ燃料がね、防気サイトがね、あれば、防空の、ピロさん、初見、バンハです。ピロさん、
初見さんですね。バンハさんとお呼びすればよろしいんでしょうか。タモン丸のカンコレ、タモン丸です。イベントね、頼んで楽しんでおります。攻略はね、まだまだですけども、楽しんでいってください。少なくとも私はこのイベントを楽しんでやっています。最終的に攻略できるかどうかは分かりませんけど、全力でね、やれる限りのことはやっていきたいと思っています。そのために前回のイベントから艦隊を強化してきたわけですから。おおかのやさん、初見さん、こんばんはです。本当にね、ピロさん、猫さんこんです。ここきついなと思ってたけど、やっぱりきついな。ボスまで届かない。流しはしません。要は各艦がその責務を全うすることを期待する。続けし。いて攻撃隊。あ、RA、ピロさん、かのやさんこんです。やってしまった。なあ。いやー、ネルソンタッチ使うって言っておきながらね、第4警戒高校序列をしてしまった私の采配ミスですね。やはりここでヒューマンエラーを出してしまいました。はい、すいません。これは勝てる戦いをね、逃しちゃいましたね。今日もスクさん、風呂入ってきてください。はい。招き猫さん、イテラー。戻ってきてる頃には、ボスを1回ぐらいは殴っています。はい。いやあそこで、ねえ、ネルソンタッチ出すと言っておきながらね、出してないんだもんな。これがね、イベントではよくよく起きますからね。いやー、どうしたものかな。この展開でいくと、一回殴れればいいかなっていう、そんなレベルになってきたな。とりあえず最初の対戦マスと対空空襲ですね。そして水上戦はなんとか突破できるようなので、あとは、ボス前の水上戦をどうにかしないといけないな。司令部乗っける余裕ないですもんね。司令部乗っけて戦闘に行ってもいいんですけど、なかなかちょっと攻撃力がね、私の艦隊では行ってもボコられて終わるような感じがするんで、ここは司令部は乗せないで、今はね、行きたいと思います。はい。何気にすごくカングラチュレーションズ。そうだ、ヨが祝福をくれてやろう。顔をこちらに。違う、頬だ、頬。今のところ、
あとはね、あとはボス戦になってくれないとね、ちょっと、どこまで通用するのかはっきりまだ読めないので、ね、なんとかそこまで持っていきたいな。うん、今、8時の56分なので、9時ですね。9時になったらもう一回出撃をしていきたいと思います。ちょっと休憩させてください。さくら、この地ではこの花をそう呼ぶのだな。なぜだ。綺麗だが悲しい気持ちにもなる。不思議な花だな。鹿野屋さん、そもそも、護衛退避したら、流行れたり価値が遠ざかったり、でしたね。まだ試してはいないんですけどもね、索敵もかなりね、重要な部分があったりして、退避させますとね、2隻いなくなっちゃうんで、それが原因で、そもそもボスに行かないというね、そういったことも可能性としては起こり得るので、あの編成、敵の編成は確かにまだお見せできてはいないんですけども、それほど強力ではないんですよね。でも、やっぱり向こうも連合艦隊なもんですから、手数がね、どうしても必要になるので、なんとか中波で持ちこたえていきたいなと。あとは強く当たって流れでいきたいんですけどもね。鹿野屋さん、そういった意味では、水雷戦隊司令部派、画期的だと感じました。増設に乗るのありがたい。そうですよね。水雷戦隊司令部そのものは、退避する艦がね、いる一隻だけで済みますから、そもそも7隻で今回、遊撃艦隊が含めることができるので、かなり有利に展開できますので、まだ本当の価値が分かっていないところではあるんですけど、かなり便利なね、使い方ができるシステムですね。よし、それでは、3回目行ってみましょう。まだまだ始まったばかりです。はい。さくら、この地ではこの花をそう呼ぶのだな。なぜだ。任せて。That would be great. 作戦計画概要。今度はね、決戦支援の艦隊にも出番をね、ちゃんと与えてあげないとね。砲弾作戦第4作戦海域作戦要項です。すいませんね、さっき、共同作戦が可能です。ピロさんね、初見さんいらしたところで、いい活躍を見せることができませんでしたので、申し訳ありません。今度は必ず、これもビッグセブンの務め。発動するかどうかは分かりませんけど、ネルソンタッチ、
選んで、悔いがないようにしていきます。はい、さあ、ヒューマンエラーは起こさずに対戦。最初は対潜水艦戦用意。よーし、まずは潜水艦はこれで、ベールオーナーか。マヤヌムラ、貴様の指揮のおかげだな。もちろん、この形が一番に決まってるじゃん。そして次の空襲ですね。ここまではね、突破してるけど油断はしちゃいけない。空襲マスは特に空襲どっか抜けてくるんでね、油断はせずに行きましょう。さあ行きましょうか。伊勢航空隊発艦始め。よし、空襲マスはなんとか多分今の戦力で十分、対応できますね。さあ、そして問題の水上戦がここから始まる。ここは第4警戒航行所ですで、いきます。ここでも被弾をしてしまうのはね、必ず突破してボスの的へ。行きましょう。攻撃隊発艦始め。要は各艦がその責務を全うすることを期待する。続け。大丈夫。そうなるよね。ふざけるな。開けるかよ。行きましょう。攻撃隊発艦始め。第2艦隊には手出しはさせたくないんだけど、なっちゃったな。この駆逐艦当たらん。警戒陣か。そうか。道理で。そうか、この水上戦で警戒陣使ってくるんですね。手強いな。それで考えれば、被害は、まだ軽微と言えるか。私の活躍見てくれたの？もっと頑張るから目を離しちゃノーなん
警戒陣はね、命中が当たらないのもあるけど、雷撃だけは関係なく乗ってくるから始末に追えないな。よし。まあ基地の方は特に問題なく、警備で済んだな。では、こちらの方はね、散々言ってます。ネルソンタッチで粉砕します。第2警戒航行序列。戦闘開始。行ってみましょう。さあ始めるぞ。さあ行きましょうか。伊勢航空隊発艦始め。マシンズ。よし、まずは航空戦。お姉様の邪魔する人は許さない。いい攻撃だ。伊達じゃないからね。発動せず。でも、発動しないけど、落としてるから、もうこのまま行くしかない。カノヤさん、敵警戒陣を打ち破る何かが欲しいところですね。相手のね、警戒陣は、もう、祈るしかないんですけど、なんとか突破できました。ここもね。まあ、支援艦隊の砲撃と、もうそれでもダメだったら基地航空隊をぶつけるしかないですね。まあ、第一ゲージの水上戦でも警戒時に使ってくる部隊がいますので、まあ、倒すことはできなくてもね、ダメージは受けますけど、突破することはできます。はい。ようやくこれで進軍できますね。さあ、行きましょう。はい。よし、ラム酒を出そう。半年ぶりになるのかな。第4警戒航空序列。新戦艦世紀でしたでしょうか。懐かしいね。さあ行ってやるぞ。行くぞ。やはり対空砲火が苛烈だな。さあ行きましょうか。伊勢航空隊発艦始め。こちらの攻撃があまり通らない。これはどうしたことか。おやなんか攻撃通らないな。観光船でもなんかおかしいな。相手の第二艦隊がまだ健在なのはちょっとまずいな。撃たれる。
ダメージが与えられない。逃しはしません。要は各艦がその責務を全うすることを期待する。続け。なんとか。よし、ようやく一発。まずいな、これだと野戦に持っていけないですね。なんとか野戦まであと1機、あと1隻。よし、これで野戦まで持っていける。まだね、削りの段階なんですけどね。ここでダメージがあまり与えられないようだと最後が思いやられますけど、どこまで与えられるか。でも信じて送り出した艦隊だから、存分に働いてくれ。野戦の三種の神器はもう働いてるし。あとは丸肌か。発動せず。どうだ、200か。こっちは200。よし、まだねラストじゃないけど勝利取れましたね。本当にみんなよくやった。最初からこれか。はあ。だが悪くはない。Thank you very much indeed。もちろんこの私が一番に決まってるじゃん。でもね、結果が出たので OK です。はい。さあ、ドロップは何かな。総流ですね。何気に今回総流初めてですね。いやー、ありがとうございますまあ3回目にしてようやく叩けましたけど見ての通り艦隊ボロボロですねトライン満タンパチパチパチここまでやられるとは思わなかったなあ、トライマンさんありがとうございます。ね、これでようやく1回殴っただけなんですけど、本当にね、もうこれが最終回帰だと思ってやらないとね、いけませんね、ここはね。心配していただいて、全身エステ最上級コースでお願いいたします。まあ一応今日はこの最終ではないですね、この E4 の4、まあ、攻略準備ということで、配信させてもらっておりますので、削りの方はまた今度ね、完了したら。カノヤさん、やはり手強いですね。敵。まあ装甲破砕をしないで倒している方もいらっしゃるようなんですけど、まあ今見た感じだと本当にギリギリ今の走行値を言ってギリギリですからね。はい、そうです。こうです。はい。基本的にこうでクリアすることを目指しています。なので、
難しいよね、この船。このボスを倒すには、やっぱり装甲破砕しないと多分無理ですね。私の艦隊の力では、破壊なしに倒すっていうのは、もう奇跡が起きないと無理ですね。それがよくわかりました。作戦計画概要をご説明します。ということでね、今日はもう一回だけいきます。はい。もう一回だけね。うおー銀河が全滅。いや本当に苛烈な攻撃が来るんで、熟練度も剥げまくりなんだけど、仕方ない。まずここは野中に、ちょっと野中さんに出てもらう。あ、スクさん、戻られましたか。今ちょうど一回目殴ってやりました。3回出撃してね。5マイナスにラス弾駆動。いってらっしゃい。5の2ラス弾、いってらっしゃい。まあ私の方ではもう一度、たどり着けるかどうかは分かりませんけど、行ってみたいと思います。はい。今日はこれがね、最後の出撃になりますので、皆さん応援お願いします。スクさん、乾燥派。感想は、なんとか倒しましたけど、まさにギリギリでしたね。まだまだね、相手本気じゃないのに、全然余裕なかったです。なので、ここでね、出撃はしますけど、越勝利取りに行くのではなくて、まず削りに行かないといけないのでね、それを目的に行きたいと思います。あとはね、ヒューマンエラーがならないようにしていきたい。本当に疲れがね、出てくると、変なところでミスったりするんで、まだまだね、イベントは始まったばかりですから、必ず攻略法があるはずです。それさえ見つかれば、きっと攻略できる。一番の攻略法は諦めないこと。これだけですね。私が取れる戦法は。本当にね、こんなに海域いっぱいにマス作らなくてもいいのにな。ちょっとソーヤガドガンなるか気になる。そうですよね。E5になれば開港できる可能性がありますから、できればそのソーヤだけはね、ゲットしたいですね。直接戦闘力に関連するわけではないと
言われてはいますけども、何としても歴史のある船ですから、マヤムラ、貴様の指揮のおかげだな。まあ、先日実装されましたね。スクさん、専用遠征できそうな気がする。潜水艦隊のね、攻撃とか、まあ、バージョンアップしていくことにね、新しい戦法編み出されていきますので、一体何がどういった特殊能力が出るのかね、非常に興味深いですね。まあ、宗谷に関してまだ全く勉強してないので、触りだけちょっと見ただけだと、もともとはロシアに行くはずだった船だったようなんですけど、まあいろんなね。鹿野屋さん、でも、正直言って5で掘りしたくない。まあ掘るところにもよるとは思うんですけどね。まあそう言ってる間に、また違反じゃないんですけど、違法な、警戒陣が出ちゃってるんで、ちょっと怖いなと。単獣人でも怖いけど、これもまた、雷撃は関係ないからな。もう火力で上から叩き潰すしかない。いやー、熊野に集中されるな。これ以上はやめて。スクさん、エゴマイナス1ならいいけど。そうですよね。最初の海域で出てくれるならね、いいんですけど、まだ調べてないのではっきりね、言えませんね。いやー、粘る。ここまで我慢比べされると辛い。どっかで事故りそうなんだけど。これどこで一本だけ熊の、違う。最上。はい、セーフ。警戒陣は本当にダメだな。これどうすりゃいいんだ。なんとか抜けましたけど、毎回これだとちょっときついな。さあ、これまでヒューマンエラーをやらかさないようにして、第2警戒航行序列。なんだけど、なかなか発動がな。でもね、この、艦隊コレクション、特に、イベントのこういった連続出撃をしていると、だんだん、慣れてくるのかわからないんですけどね、攻撃が当たりやすくなって、かわしやすくなってくるような、そんな気はするんですよね。なので、だんだん調子が上がってきてくれることを祈ります。鹿屋さん、ドロップ調べてくれたんですか。ありがとうございます。J と Z。マップがわからないからどこなのかさっぱり予想がつかないんですけどね。だいたい2箇所でドロップするっていうことですね。という言ってる間にネルソンタッチ決まりましたね。こんな感じであればね、精神的にも楽なんですけども、調子出てきたんじゃないかな。
護衛艦の先駆けのような僕だからね。ね。よし、じゃあ2回目のボス戦に行きたいと思います。よし、ラム酒を出そう。と、その前に、基地に空襲が始まっちゃった。よし、ここはね、第4警戒航行ドレスで普通に殴っていきます。スクさん、どっちかというと左高もドロルからそっちも狙いたいっすね。浅川もですか。なるほどね。鹿屋さん、戦力ボス 1J。最終ボス Z ですね。ありがとうございます。戦力ボスの1のが J、最終ボスの Z。極端ですね。じゃあどっちで掘るかと言われればもう選択の余地はないのかな。ありがとうございます。それではね、今日最後戦い行きたいと思います。倒さなくてもいい。削ってくれ。それだけが今日の願いだ。さっきはだいぶやられてしまったけど、基地航空隊、今度はどうだ？通らないか。まずは2隻。3隻目は大破と。よし、航空戦は優勢。あとはファイヤー。おーし、いい支援だ。これはいい支援だ。要は各艦がその責務を全うすることを期待する。続け。さっきはね、第2艦隊だいぶ残っちゃってましたけど、今回は開幕で落とせましたから、あとはどこを狙う？要は各艦がその責務を全うすることを期待する。続け。上部構造物が電源は生きているか。そうなるよね。まだだ、まだ戦える。ふざけるな。負けるかよ。逃しはしません。全訪問ファイヤー。残念だったね。よし、あとは第2艦隊の旗艦を落として、攻撃開始。場所、集めて早く場所だって。一番先に敵艦発見。何気にこの軽巡もね、フラッグシップっていうことらしいんでね。よし、あとは丸裸なんで、野戦で削っていきましょう。スクさん、5マイナスに終わった。スクさん、5マイナスに終わりましたか。おめでとうございます。
よっしゃー。北神様のカットイン。やっぱり北神様ですね。かのやさん、5マイナスにおめです。これでね、次はギミック解除ですね。うん、これ結構面倒です。そして、こちらの、削りの方も2回目、うまくね、できましたね。うん、もっと頑張るから目を離しちゃノーなんだからね。これが従来相関の実力ってやつよ。ああ、よかった活躍できて。だんだんね、ちょっと調子が出てきたといったところですね。よし。スクさん、ありがとなす。英国で生まれた帰国子女のカンゴーです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いしま5す。マイナスにクリアおめです。艦隊戻ったぞ。母校というのはいつでもいいものだ。ということでね、今日の出演記の方は、これで終了ということにさせていただきたいと思います。また、戦力をね、立て直して、ボスの方にね、挑んでいきますけど、おそらく装甲破砕しないとね、倒せそうにないですからね。かのやさん、5マイナスにってワシントン世紀でしたっけ？イノ、すいません、まだそこ勉強してないです。スクさん、そうっすね。新しい、違うな、そうか。前のボスか。どうでしょうか。戦いは、先に行ってる方ですからね。なんとも今は私の方からは言えませんけども。よし、万全だ。ご飯は大好き。よし、これで I am much obliged for your kindness. 桜。この地ではこの花をそう呼ぶのだな。なぜだ。はい、悲しい気持ちにもなる。ということでね、今日の出演記の方はこれで終了ということで、最後にね、いつものコーナーをやらせていただきたいと思います。ちょっと準備しますので、少々お待ちください。ワシントン世紀、まだまだ強敵がね、ピロさん、お疲れ様でした。スクさん、硬いというより、体力 OS。かのやさん、お疲れ様です。ね。まだ私の方は、E4 ですけどもね。まだまだこれから強敵が残っているわけなので、艦隊コレクション、楽しみだな。楽しいですね。頑張っていきたい。そういうところですけども。皆さん、お疲れ様でした。それではね、今日の何の日コーナーをやらせていただきたいと思います。いつもの締めなんでね、やっていきます。最後までお付き合いください。はい。こっちかな。はい、こっちかな。風間、しんさん、お疲れ様でした。
風間さん、お疲れ様です。今日はね、最初にコメントを残していただいてありがとうございます。今日もつつがなく終わりを迎えることができそうです。それではね、今日の何の日コーナー始めていきたいと思います。本日は5月25日ということなんですが、食堂車の日となっております。こちらは1899年のね、明治に32年の今日、私鉄の山陽鉄道、現在の山陽本線において、これは関節鉄道でいいのかな。京都駅から三田尻駅かな。ちょっと読み方があやふやなんですけど、その間に急行列車に日本で初めて食堂車が連結されて走った日となっております。当時の食堂車は1等、2等、今でいうグリーン車ですね。乗客専用でメニューは夕食のみだったそうですね。当時の列車ですから、揺れは激しくゆったり食事をするというものではなかったようですけども、汽車で景色を見ながら洋食を食べられるなんてモダンだということで好評だったそうです。食堂営業は山陽鉄道の直営の後、神戸の自由亭ホテル、後の帝の請負となったそうです。そして、関芸鉄道、国鉄に食堂車が登場したのはそれから2年後の1901年、明治34年の12月15日のことで、新橋駅から神戸駅の間、急行列車に食堂車が連結されました。食堂は東京築地や上野で西洋料理店を営む、これを何て読むのかな。ちょっとググってから、西洋圏ですね。西洋圏により運営されました。その後、1906年、明治39年の4月1日に新橋駅から神戸駅間に3等急行列車に和食食堂ですね、が初登場して誰しも食堂車を利用することができるようになりました。日常の生活習慣なども考慮したメニューは和食が主体であったが、一般に普及している洋食も提供されたそうです。ということでね、今日5月25日は、食堂車の日となっております。紹介させていただきました。ということでね、今日はこれで全てのやりたいことはやりましたので、終了ということになります。本日も、多聞丸のカンコレ、多聞丸です。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。イベントもまだまだ途中ですので、次回はね、もうこの海域を突破して攻略していきたいと思っておりますので、かつお節さん、こんばんはです。今日も来ていただいてありがとうございます。配信お疲れ様でした。パチパチパチ。今日もね、皆さんのおかげで、配信ね、だいぶ盛り上がってきました。本当にね、協力ありがとうございました。次回もね、準備が整い次第配信していきたいと思いますので、またね、皆さんの、活発なコメントで、盛り上げていってください。
様です。次回でね、ここの回帰突破したいなと思うところですけど、まあ少しでもね、私のプレイもみんなの参考になればと思いまアーす。カイブで応援します。ありがとうございます。はい、アーカイブの方でも、ぜひ見ていただきたいと思います。祝さん、おつす。ありがとうございます。それでは皆さん、また次回お会いいたしましょう。これで今日は失礼いたします。じゃあね。風間、新さん、明治ですか。歴史ですね。堂島の湯もお疲れ様です。おやすみなさい。多聞丸のカンコレさん、皆さん、お疲れ様でした。多聞丸のカンコレさん、おやすみなさい。